日本だとやっぱり外国人だと英語喋んない。男性同士でハグし合うみたいなのはあんまりないので。Hey guys and girls on Ask Japanese, it's Cat the Cat. Right now we're here at Artisan Market, and guess what? We're gonna go and ask the artists here what kind of culture shock they had, what surprised them when they heard about things from abroad or when they actually went abroad. So let's go and Ask Japanese. 海外についてのカルチャーショックとは？日本に比べてすごくラフだなって。みんなおおらか。おおらかだった。なんか日本人って礼儀正しくきっちりしてないと怒られちゃいそうだけど、すごいフレンドリーに話しかけてくれたりとかしてすごく親しみやすかったよね。そう、2人で香港ディズニーランドに遊びに行って、その時になんか日本のディズニーランドと全然違うなって思って。どういったところが違ったんですか、ディズニーは？なんか髪の毛長い人も縛ってなかったりとか、キャストさん同士ですごい楽しそうに話してたりとかしてて、多分日本だと怒られちゃうだろうなって。でもすごい楽しそうだったね。他になんか香港でこれは日本と違うんだなと思ったことは？始発の電車がすごく遅かったです。遅かったって何時からだったんですか？6時半とかだったかな。そうそう、5時ぐらいで行動できるかなと思ってたら6時半で1時間半ぐらい駅で時間潰さなきゃいけなくなってびっくりしました。日本の始発の電車はだいたい何時なんですか？5時ぐらい？4時とか？そのぐらいかな。だからちょっと日本と違うんだと思ってちょっとびっくりしました。日本が早すぎるのかもね。超可愛い。なんかずっと目をどこ見ればいいわかんないんだけど、星とサンダーボルトの中にずっと見てて、なんか可愛いなと思ってます。でもみんなやっぱり親切。日本だとやっぱり外国人だと英語喋んなきゃいけないってなるけれど、外国行くと言葉が通じなくても一生懸命伝えてくれようとするのがやっぱりびっくりする。私たちも英語そんなに喋れないけど、なんか片言の英語で話しかけると必死に分かろうとしてくれてて、なんか日本人だと分からないですって終わっちゃいそうなんだけど、すごく聞き取ろうとしてくれてました。だからすごい助かったよね。韓国行った時におトイレの場所が分からなくなっちゃって、でおトイレっていう単語の韓国語も分からないし英語も通じないしっていうので一生懸命ジェスチャーで伝えて、そしたらすぐに店員さんが分かってくれて事なきを得ました。どういうジェスチャーしたんですか、トイレを分かるように？トイレなんかこうじゃあってするやだまあね、分かってくれてよかったねじゃあ外国についてカルチャーショックなことは？結構気軽にキスしたりハグしたりすることが結構カルチャーショックかな日本ではないですね好きな人としかしない日本でされたらびっくりライブとかの時にはなんかハグされたりとかしますか？ライブの時はね、握手ぐらいかな。ハグはなかなかないかも。アメフラシっていうバンドをやってます。はい、切なくて激しいロックです。切なくて激しいロックでカルチャーショック開放的？案外簡単に脱ぐっていうか、ライブとかで結構すぐパーンって脱ぐなっていうってなる感じ確かに海外のアーティスト見るとそう、海外のメタルとか言うとパーって脱ぐなっていうイメージ。結構困っちゃうね、あれ恥ずかしいなんか目をどこ見ればいいみたいな、やり場に困りますね、あれはね。はい困るんだよ外国のカルチャーショックは？自動販売機、普通に日本だとあるけど、外国の時はなんか柵の中にガチガチに入っとって、なんかお金入れるとこと出るとこぐらいしか触れんかった。あとお店もなんか商品手渡し口とかだけのとこもあった。そこがやっぱ。ちなみにどこ行ってたんですか？ドキュメンタリーで見た、テレビで見た。そんぐらい犯罪が多いのか、日本が安全すぎるのか。なんでそんなにカラフルなんだろうみたいな、なんかレインボーだったりとか、なんかすっごい真っ青なケーキを作ったりとか、なんか外国人は日本人とやっぱり色彩感覚がちょっと違うのかなみたいな。なんか食べてみたいと思ったんですか？なんか色がなんかカラフルなものが大好きなんで、なんか味もなんか気になるなみたいな。食べたら同じ色になれるかなみたいな。
お家にプールがある。庭にないね、日本はプールね。ない。飛び込み台みたいな。あ、そうね。アヒルとか浮いてないもんね。もし自分の庭か自分のお家かプール入れることができたらどっち選びますか？庭か家の中か庭？お外はちょっと汚れそうだから地下室がいいですね。海外についてのカルチャーショックはどういったことでしょうか？人と人の距離が近い感じかなと。すぐこうなんだろう、挨拶で友達同士だとハグしたりするけど、特に日本だと男性同士でハグし合うみたいなのはあまりないので、はい、そういうとこびっくりしますね。女性同士はある？女性同士は若い子は結構軽くもうハグし合ったり手つないで歩いたりは日本でも多いですけど、男性同士はあんまりないんで、はい、逆に、男女付き合ってない男女同士はありですか？私は大丈夫です。はい。商品を送るときに関税がちゃんとかかってるのをちゃんと送るとやらなきゃいけないからやっぱって思うけど、海外に送るときに関税をかかるじゃない、書くときにあれとかちゃんと書かなきゃいけないのとか、あ、そうだよなみたいな当たり前なんだけど、こうおおってなることかなする。やっぱ今までずっと国外でしか送ってなかったから、それカルチャーショックっていうか普通に海外に送るっていうことの方かな。でも結構やっぱりこんなにぐらい答えられちゃうんだとか思ったより取られてんなっていうのはある。一回その言葉が通じないせいで舌打ちはされたことはあるかなっていうみたいな感じ。そう一回されたことはそれはちょっとショックかなとは思ったことありますね。なんか何かはどこですかみたいな時にみたいな、ちょっとノーみたいな、わからないですみたいな言ったらチーみたいなのはあったんで、これ日本で結構舌打ちが結構失礼って強い意味ですもんね。そうですね、舌打ちは結構ショックですよね。結構外国の人と話してると日本人おかしいよって結構言われるのがもうカルチャーショックっていうか普通にショック。おかしくないのに。おかしくない、なんか普通だと思ってやってるのになんかちゃんと並ぶとか、例えばなんかお金に関してもなんか適当に大体これぐらいで割り勘でって言ったら、いやちゃんと1円単位まで割ってよとか、そういうのすごい言われるのがなんかおかしいよって言ってもなんでちゃんとやらないのって言われるから、それがショック。すべての質問でした。皆さんありがとうございます。Culture shocks. I had a lot of culture shocks when I came to Japan. One of the most recent one actually was people kept saying, "All right, you're from Germany, karate, karate, karate," and I was like, "What's the karate?" and they said, "Karate. If you pronounce it the German way, kate, it means card just in German, but in Japanese, the German word karate, so kate, actually means." It is a document that the doctor uses to write down the patient's symptoms. That might be used to that. The whole medicine thing used to be like very much to Germany in Japan. So many people who wanted to be doctors in Japan, they would go to Germany. They learn some German, and therefore the word for writing down the symptoms of the patient, that kind of file, is still being called karate in Japan. Even though I don't think they write German on it anymore. Apparently, during a certain time, they actually used German words for it as well. But right now, they're writing everything in Japanese. But the file, even though it's not a card anymore, it's actually on the computers now, is still called kate. So karate. So that's the thing that surprised me, kind of culture shock wise, because obviously I'm from Germany and people expected me to know this, and I thought that is the same name in German. And I was like, well, yes and no, because it just means card. But yeah, that's something I learned from that. So that was the culture shock I got. Guys, what kind of culture shock did you get when you visited abroad? Let us know. Leave us a comment down below. Looking forward to finding out. So I hope you have a great day, and I'll catch you soon for more stuff on Ask Japanese. Bye! Artisan Market calls itself an underground Japanese culture expo. Artists and designers display their art freely here, and you can find everything from stationery, bag, fashion items, and more to unique inventions. From the kawaii to the bizarre, it's a crafty shopping paradise. Walking around and talking to the artists in our interviews, I could tell the inspiring mindsets of them. And designs and visitors were really dressing pretty cool there. Crazy Unique Comical. For lovers of unique items and designs, you'll find an item you will definitely love.
You might also have the chance to meet some famous designers in person there, so don't miss your chance when you visit. Informations about the next Artisan Market are in the box below. Be sure to check them out.